こんにちは、東京ベチライフのなつきです。今日は日本語を含めてなんと20カ国語を話されるスティーブ・コフマンさんにインタビューを先日行いましたので、その様子をお届けします。スティーブさんはカナダ出身の元外交官で、語学習得の経験を生かしてリング Q という YouTube やオンラインのコミュニティ作りを進めている方です。そんなスティーブさんに仕事のためだけではなく、人生を楽しく生きるための語学学習の勧めについて語っていただきました。動画の最後にお知らせがありますので、ぜひ最後まで見てください。Let's now dive into the interview. まず最初に、スティーブさんは17歳まで英語しか喋れなかったというふうに聞いているんですけれども、カナダのモントリオールだったんですよね。で、学校ではフランス語も、もう小さい時から勉強してたんですよね、学校で。だけども、そのフランス語でじゃあ会話できるかというとできなかったんですよね、その時は。なるほど。日本の方もその義務教育でずっと英語を勉強しているけれども、英語が全然喋れないっていう方がほとんどだと思うんですけれども、日本にいらっしゃる外国の方っていうのは、英語が喋れると大体生活もなんとなくできるし、ビジネスとかは問題ないので、わざわざ日本語を勉強しない方が結構多いと思うんですけれども、大部分ですよね。なんかスティーブさんはどうしていろいろな国に行くたびにその国の言葉を覚えようっていうふうに思ったんでしょうか？そうですね、日本に着いたのは1971年ですね。その前は香港に行ったんですよ、外交官として。そこで中国語を勉強しました。だから漢字も読めましたというか、何千漢字が読めたわけですから、日本語はそれほど難しくなかったんです。そうなんですね。で、やはりどこの国に、今でも旅行すればね、やはり言葉知らないとね、非常にもう不愉快ですよ。読めないとかね、普通の人と話できないと。それと同時に、やはり日本の場合はね、そのビジネスはですね、商社なら英語で通じるんですけれども、その大企業とか、ただ、僕の場合はね、木材だったんですよね。で、その場合はやはり一般中小企業を相手にしてね、その問屋さんとかいろんな人にやはり関係を作ればもっと面白い仕事ができるわけですよ。面白い商売ができるわけですから、それで僕自身もね、言葉に興味あるんですよ。だからその国に行けば必ず勉強しますよ。行かなくても勉強するから。なるほど。だけども大部分の人がそれがいわゆる外人が日本に住んでても英語で生活できるし、あるいはカナダでもね、いろんな移民がね、ここでその中国人なら中国人だ、同じ中国人の友達仲間でその生活できるから、あまりその一生懸命勉強しないんですよ。そういう20カ国語も喋れるっていうことなんですけれども、たくさん言葉を喋れると頭の中で混乱しちゃうってことはないんですかね。なんか私の場合は、サードラングエッジがスペイン語で、その後にフォースラングエッジで中国語を勉強した時に、中国語を喋ろうとするとスペイン語が出てきちゃうみたいなことがあったんですけど、そういう混乱とかはないんですかね？当然あります、あります。で、やはりその習った言葉をですね、ある程度の数字まで持ってあげないと、混乱しやすいです。で、勉強するともですね、たくさん聞いたり、たくさん読んだり、要はですね、脳がね、勉強するんですよ。慣れますよ、脳が。だけども、十分な刺激、十分な経験、その新しい言葉に関する経験、与えないとダメなんですよ。だから、その語彙表だけ勉強したとか、文法のいくつかのルールを勉強しただけではですね、なかなか脳がそれが習いませんよ、覚えません、無理ですよ。だけどもたくさんその聞いて読んで、その中からね、脳がおのずからルールを作るんですよ。だからそういう意味ではそういう慣れがあるからね。今例えば私あんまり日本語話しませんけれども、あんまり混乱しないんですよ。だけども韓国語の場合はね、
日本語に似てるけれども似てないっていうことで、時々その韓国語で言おうと思ったら日本語が出てくるとか、そういうこともあります。一番最後に最近習得した語学っていうのは、言葉っていうのは何ですか？今ですね、ペルシャ語とアラブ語同時に勉強してるわけですよ。アラブ語はすごい難しいって聞きますけど。すごいですよ。で、最初はですね、アラブ語、ペルシャ語、トルコ語、3つの言葉を同時に勉強し始めたわけですよ。で、それに関連したビデオもね、僕の YouTube チャンネルで出したんですよ。いわゆるペルシャ語、アラブ語、トルコ語、3ヶ月間後、こういう程度ですよという、その私のオンラインのテューターとの話のビデオも出しましたけども、まあしかし、まだやはりたくさん聞かなくちゃならないんですよ。だからその少しだけ言えるだけではですね、足らないんですよ。僕はアラブ語のポッドキャスト今聞いてますよね。まだわからないから。だからそういうような本物のそのコンテンツをですね、理解できるまでにはね、どれだけ言えるかっていうのはそう大切じゃないと私は思ってます。僕は言葉を勉強するときにですね、まず理解がまず1。だから語彙、理解。それが語彙表ですね。語彙、ボキャブラリー、それが一番大切なんですよ。失礼ですけれども、スティーブさんは今おいくつなんでしょうか？今74です。74歳で新しくアラブ語、ペルシャ語を勉強されていると。60歳の時に本を書いたんですよ。その時は9つの言葉を話したわけですよ。でそれについての本を書いたんですよ。で今の14年間の間にですね、60歳から74歳までにですね、さらに11カ国語を勉強したわけです。だけども、じゃあ全部流暢に話せるかというとそうじゃないんですよ。そのうち、ロシア語、流暢ですよね。ロシア語、ウクライナ語。韓国語はもう一つとかね。しかし、目標はもういろんな新しい言葉を、なんていうんですか、発見するというかね。その言葉をね、今の例えばアラブ語、ペルシャ語の僕の程度が良くないんだけども、それでもアラブ人が生きてくるんですよ。ペルシャ人はその文化、その人たちがね、単なるその名前とか地図にこういう国があるということじゃなくて、もっとこう生きてくるんですよ。だから目標はじゃあ非常にペラペラに僕は日本に9年住んでたんですよ。だからいくらアラブ語を勉強しても日本語ほど流暢には話さないんですよ。ただ一つの人間というかね、同じ時期に同じ我々のその地球に住んでいる人間のそういう文化にもう少し、何ですか、知りたいということでね、やはり言葉を勉強するのは楽しみですよ。その言葉を勉強するっていうことは、その国のことを知る、文化を知るっていうことになるっていうことですね。そうです。そういう人たちに少し親しくなるんですよ。親しくなるんですよ。深くその文化は知らないんですよ。だってこの国の人たちはもう小さい時からこの文化の中に住んでるから、日本人なら日本人、中国人ならペルシャ人だけどもちょっとだけ僕参加できるんですよね。言葉ができる。なるほど。じゃあそういう新しい言葉を勉強するのに、年は関係ないっていうことですかね。全然はっきり言いましてね、今私の場合はね、その新しい言葉を勉強する速度は50年前に早いんですよ。そうなんですね。僕は前よりも今いい。僕はもう今勉強できます。なぜかというと経験がある、自信がある、どうやって勉強するか、そして脳がですね、やはりもう少し弾力的になってます。たくさん言葉をしてるから、もっと弾力的。例えば、日本語しか知らない、英語しか知らない、頭の中にそれしかない。だから新しい言葉に対して抵抗があるんですよ。どうしてこういうふうに言うのか、この発音おかしいんじゃないかと非常に抵抗がある。しかし、たくさんの言葉をしてると別に抵抗がないです。
そうですか。こういうふうに言うんですかこの言葉で。わかりました。じゃあ真似するからいい。で、頭が、場合によって、よりも遅くなってるけれども、しょうがないんですよ。それを考えても。スティーブさんのようにたくさん語学を習得されている方だと、例えば語学の教材とかを作ろうとする方が結構多いと思うんですけれども、スティーブさんの場合はメソッド、システムを開発されて確立されているっていうことなんですけれども、どうしてそういうメソッド、システムになったんでしょうか？やはりその言葉の勉強においてはですね、革命的な要素がいつか、この最近10年できてるわけですよ。出てきてるんですよね。一つは MP3。だからオーディオね、50年前に私は中国語を勉強した時に、大きなそのオープンリールのテープレコーダーがあったわけですよ。動かないもの。座って部屋で聞くしかない。今はそれこそスマートフォンで、ものすごい図書館僕持ってますよ。そのスマートフォンで MP3、そしていろんなテキストで、テキストはもちろんうちのリンクのシステムで、保存してあるわけですよ。だからものすごい数の言えば、言語の材料が、ちっちゃなスマートフォンで持って歩けるんですよ。いつでも聞けます。いつでも読めます。それはすごいんですよ。だからそれを、そして、さらにそのインターネットで Netflix から YouTube から新聞や雑誌や何でも無限にあるからね。そうですね。それをいかにそれを有効に、その利用するかというのを我々のシステムですね。しかしそれまでその使えるまでにはですね、やはりある程度簡単なストーリーで、それもうちのそのウェブサイトにもあるんですよ。たくさん繰り返して同じその頻度の高い動詞とか、そういうたくさん繰り返しているものを、それを最初の間は僕はもう30回も40回も聞くわけですよ。一つのものが3時間じゃなくて、その1、その2、その3、またその1、その2、その何回も聞いてですね、そして脳が慣れてくる。それから次の段階は本当に面白い内容が言えば Netflix だとか、オーディオブックとか、いろいろ無限にあります。でそういう無限な材料を、だから最初の段階と、あとは無限のそういう材料を利用するには、うちのシステムを開発したわけです。だけども、一番革命的なのは MP3、スマートフォン。学校はいらない。大学はいらない。やっぱり日本人で英語を勉強したいと思っている人はすごくいっぱいいると思うので、仕事をしながら例えば学校に通ったりとか、高い教材を買ったりとか難しいなと思っている方も多いと思うので、すごくそれはなんかやる気が湧いてくるようなお話だと思うんですけれども、やっぱり多分スティーブさんのメソッドだと、とにかく耳からまず入れて、でブレインの脳の方でルール作りをして、そこから理解できるようになるっていうことをまずするっていう感じだと思うんですけど、やっぱりビジネスとかで使いたいと思った時に、実際じゃあどういうふうに理解できましたっていうところで話せるようになるっていうところがまたもう一つ先のステップかなと思うんですけど、それを練習する方法というか、何かアドバイスとかはありますか？まずその理解度が一番だと思うんですよ。それはいわゆる語彙ですよね。ボキャブラリーが一番大切。これもちろんパッシブなボキャブラリー。だからネイティブスピーカーがね、日本人なら日本人、30歳、40歳、たくさんもうボキャブラリー持ってるわけですよ。私はこの日本人ほどのボキャブラリーは持つことがありえないんですよ。9年間しか日本に住んでないから。だからそれ全部私は使えません。しかし少なくとも理解しなくちゃならないんですよ。なぜかというと、映画なら映画、あるいは実際仕事の商売の話でもですね、いろんな話が出てくるから、理解できないと話できないんですよ。そうですね。だからまず、そして、たくさん聞いてたくさん読んだ、場合ですね、おのずから話できるようになります。
だけども一番の欠点はね、一番の恐ろしいことはですね、わからない。例えば商売なら商売、相手が何か言うと英語でね、日本人わからなかった。どういうすいません、もう一度言ってくださいって繰り返して言えないわけですよ。だからまず自己防衛という意味でもたくさんその理解度を上げないとダメ。それは私は思うんです。でそれあとはですね、上手に話するにはたくさん話しないといけないんです。で、たくさん話するためには自分のミスをそんなに気にしない方がいいです。もし心配するならばたくさん話しないでしょ。だからそういうことを恐れずにですね、もうとにかく話してくださいと。で、おのずから悪くならないんですよ。少しずつ良くなります。そして特に話してる時にどこがうまく言えなかったっていうのは自分が分かるわけですよ。でそして今度次の時にその聞いたり読んだりした時にそれに注意して、なるほど、この前は僕は言えなかったけど、こういうふうに言うんだと。少しずつ良くなるんですよね。で、リスニングが非常に大切。で、聞いたら半分しか分からなかった。で、その次の段階は読めます。で、読む。でそういうことをやりながら脳が少しずつ慣れてくる。もちろんその文法というのも無視するわけじゃないんですよ。ただ、十分な経験がないと、その言葉に対する十分な認識がないと、その文法の説明があまり影響はないんです。なるほどね。で、十分な経験があるならば、今まで気がつかなかった点が、その文法の説明にこういうことですよ。なるほど。なぜそれがすでに経験したあるものと関連があるならば、僕はなるほどとなるわけですよ。だから文法を勉強してから話するんじゃなくて、たくさん聞いたり読んだり話をしてミスもたくさん起こして、それから文法をちょっと見て、またと聞いたり話したり、そういう順番ですよ。で、ミスは恐れずに just 話する。そういうことですね。自分を信じて、信じないとダメなんですよ。もし例えばロシア語文法が非常に複雑ですよ。英語、日本語よりもずっと複雑。もしで僕はロシア語を話しするときにミスがあるんですよ。でもし話する前にいつもこれはこうだ、あるいはこうですか考えてから話しようと思えば無理ですよ。もう言いますよ。ミスも含めて言います。で少しずつ相手の言う話を聞いて少しずつ良くなります。先生が訂正したために良くなるのもあるかもしれないけども、それ無理。全部のミス先生が訂正するのは無理。自分が少しずつ正しい方向に移るんですよ。まずその英語の勉強というのは一つの義務になっていれば、それは非常にやりにくいんですよね。だから義務的にこれといった一つのものを勉強しようというのがね、脳がね抵抗するんですよ。そして同じものを繰り返してその勉強しようと思えばその能力が下がるばかりなんですよ。脳がねその繰り返しは必要ですけれども新しいものも必要なんですよ。両方いるんですよ。繰り返しと新しいもの、でそして楽しく。だから英語の勉強においてもたくさんいろんなものを聞いたり読んだり、その同じ TOEFL、TOEIC のそのテストの準備とか、ああいうもんじゃなくて、もう楽しくいろんなものをもう何ですか楽しむ。それが一つと、もう一つはですね、場合によってはね、英語をもう10年も勉強してなかなか進歩がないっていうんじゃならば、じゃあどうぞスペイン語をやってみてください。中国語を韓国語をやってみてください。それが脳にとってそれノベルティなんですよね。新しいもの、脳が新しいものが好きなんですよ。それによって脳がもうちょっと弾力性が出てくるんですよね。でそういうことをするならば
今まで勉強した英語がね、忘れることはないんですよ。で、また英語に戻ってきた時に、すぐ今までよりももっと良くなるんですよ。で、僕そういう経験があります。一つの言葉を勉強してやめて、第2、第3やって、元の言葉へ戻りましたら、前よりも良くなりました。だから、その言葉の勉強というのは一つのエクスプロレーションというかね、楽しみ、義務じゃなくて、テストの試験のためじゃなくて、それの方が逆に早く勉強できます。最後に、今そのスティーブさんはオンラインだったり YouTube でこういう語学を取得したいっていう人のコミュニティを作るっていうことをされてるんですけど、そのコミュニティをどういうコミュニティにしていきたいかというか、ビジョンを描いていらっしゃるんでしょうか？やはり言葉のいくつかの言葉できるとですね、非常に楽しいんだと、その生活が豊富になるというふうに私の経験ですね。だからそういうことを他の人にも知ってほしいわけですよ。日本の場合ですと、英語だけじゃなくて中国語やスペイン語やいろんな言葉を勉強すればなおさらいいですよと。で、それは僕にとっても楽しいこと。だから他の人にもそういうふうに分かってもらえれば。だからいろんなコミュニティがありますよ。いわゆるポリグロットですね。たくさんの言葉を話せる人たちのコミュニティがあるんですよ。会議が時々あります。例えば福岡にそういう会議が10月もありました。そして、で、非常に面白いことにですね、例えば50年前に比べて、今、夏木さんのように、その YouTube のコミュニティもある、その Healthy Life のそういういろんなね、アドバイスもできるし、コネクションもできますよ。で、これは日本語のできる人たちだから日本人あるいは日本語を勉強している人たちのやはりコミュニティができるんでしょ、だから楽しいでしょ、そういういろんな人たちにコネクトすると。そうですね。だから、僕の場合はその言葉の、勉強に関してそういう人たちとコネクトする。ビデオ毎週2回も作り、英語は2回、日本語は1回ですね。日本語は2週間1回だった。で、いろんな人もコメントする。僕もいつもさっきこのジョギングしてまして、次のビデオは何を言うかと楽しいですよ。楽しいですよ。で、もちろんリンクというそのプラットフォームがありますから、12人も務めてますよ。プログラマーからはじめいろんなグラフィックスとかいろいろあるから、だからある程度の、そのなんですか、メンバーの数が必要なんですよね。収入が必要ですね。それを維持するには、できるだけいいものにしたいわけですよ。今いろんな新しいアイディアもありますけれども、それもやはり我々の世の中もそうなんですよ。私が毎日使っている、コンピューターや何でもね、あるいは食べ物を誰か、中国人が作って僕のために、あるいはメキシコ人がそのオレンジを作ってるか、我々のその世界はいろんな人たちが、それは商売といえば商売ですけれども、やはりいろんな人たちが我々の知らない人のためにいろんなものを作ってくれてるわけですよ。それは僕は楽しいことです。楽しいことだと思うんですよ。時々みんなその地元のものしか使うべきじゃない、それは無理ですよ、無理ですよ。もう世界中のいろんなもう人間品物その供給あるんですよ。そういう21世紀はこういう世紀ですから、だからそれをやはり十分にその利用してね、楽しむのが僕の目的ですね。ということで今日は20カ国語を話されるスティーブさんに、どうやってそういった、言葉を習得するのがいいのかだったりとか、語学を習得することで自分の生活を豊かにしたり元気に楽しく過ごせるかっていうことについてお話をお伺いしました。スティーブさん、どうもありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。ありがとうございます。See you next time. See you next time. さよなら。いかがだったでしょうか。
今日は日本語を含めて20カ国語を話されるスティーブ・ゴフマンさんに仕事のためだけではなく人生を楽しむための語学学習の勧めについて語っていただきました。今回スティーブさんが運営されている語学学習のオンラインコミュニティリング Q の年間プレミアムメンバーシップが 35% オフになるスペシャルオファーをいただきましたので、詳細は概要欄のリンクをご覧ください。そして来月3月17日にスティーブさんが来日されますので、スティーブさんを囲みながらお食事をする会、ミートアップを開催することになりました。こちらも詳細については概要欄のリンクをご覧ください。お席に限りがありますので、お申し込みはお早めに。See you next month in Tokyo. Bye!